どうもこんにちは、ネギです。イキムズ。はい。今日はね、僕ちょっと喉がね、イガイガしてるんで知らねえよ。聞き苦しいところがあったらね、はいはい。ご容赦ください。はい。で、まあ今日はですね、だいぶ前に、ソルクレスタの紹介をしたと思うんですよ。覚えてます？ソルクレスタ。何それ。我が自社 IP のソルクレスタですよ。シューティングの、ほら。テラクレスタの方が面白いやつね。そうです。もうそう言っておきますもん、早いんで。そうです。はいはい。今日、テラクレスタを遊ぶんだ。違います。ソルクレスタの前回その動画行った時に、テクニックとか設定をね、ご紹介しますよ、次の動画ではって言ってあるんですよ。まあそれを誠実に、思い出したかのようにやろうと。だいぶ経つよ。もうそうですね。誰が、期待してるのかというレベルでもう、そんなこと言ってたんだっていうレベルだと思うんですけど、まあそういうことをやろうと思ってます。じゃあ、やっつけますか。はい、やっつけましょう。サクサクっと。はいはい。で、なんか他にもね、裏の動きがあるらしいんで。裏の動き。はい。何それ。それはまあ後で、お楽しみに。裏の動きは。なんか不穏な感じするな。はい、じゃあ次というか、早速いきますよ。はいはい。まずはこの15の設定。ものすごく設定の、内容が多いんですけど、まあ、ピックアップして。はいはい。まずはね、どういった舞台設定なのかっていうのをお伝えしようかなと思います。そのソルクレスタの？はい。はいはではちょっと、いきますよ。舞台は宇宙世紀101年の太陽系。無の魔王マンドラーによる侵略軍を3度退けた地球人類だが、新たな侵略軍メガゾファーが出現し、激闘の末ついに人類を敗北。メガゾファーの手により太陽系すべての惑星が寝るわ。なんかもう小芝居がイラッとするわ。いや、ちょっとでも楽しんでもらえないかなと。ネギの語りでそれ聞きたくないわ。これがね、本域の人で、上手い人で、本調聞けますよ。いや、もう、いいじゃん、それで。もういいですか？ネギの口から聞きたくないわ、それ。これ都合あと3ページあるんですけど、やめときます。全然いらんわ。わかりました。じゃあ、これね、同じ内容ゲームの中でも見れるんで、じゃあそれを見てもらうということで。最初からそれでいいよ。はい。じゃあね、まあバカッとスキップするんですけど、覚えてますかね？ドラマティックモード。はい。覚えてます？ DLC。なんか後から買い足すこともできるやつ、ね。そう、買い出すこともできるやつで、普通のゲーム内容にさらにプラスアルファで、ストーリーがつきますよっていう DLC です。はいはい。まあ、シューティングやりながら、なんかお話が進むみたいな。そうです。それちょっと面白そうだよね。そう。で、これが、まあ、1100円という、価格で、手に入るんですけれど、まあ、今言った、設定とかは、まあ、ドラマティックモードをクリアすることで、まあ、閲覧できますよっていうような形になっておりますと。で、まあ、ドラマティックモードをクリアしないと閲覧できないんですけど、今、伝えようと思ったんですけど、PT がいらんって言うから、もうこれ買ってもらうほかないかなっていう。そのなんか語りみたいなやつは別に普通に入ってるのか。そうです。最初の語りは、はい、入ってますよ。他にもたくさん設定あるんですけど、それはまだ見れないという感じですね。ドラマティックモードっていうのをその通りです。さようです。クリアしなきゃってことだよね。その通りです。まあお楽しみということで楽しんでもらえればなと思います。じゃあもう大幅にね、喋ることがなくなってしまったので、テクニック。それをちょっと紹介します。これを覚えておくと、まあちょっと攻略が楽になるよというようなものですね。何個あんの？全部で5つあります。僕が喋ってる間、わかりやすい動画が多分裏でついてると思うので、もうここに出てるはずです。なので、まあささっと説明の方は軽く言っていきましょう。ネギは実践できないのね。この後しっかりプレイアブルで見せますんで、そこはお楽しみに。そこ別にいらんよ。いや、前回ちょっとね、しくじっちゃったんで。では一つ目、短期時に回避アクション。まあ、ヤマトが1機だけ、合体してない1機だけの時に、分離ボタンを押すと、フォーメーションゲージ、F ゲージを消費する代わりに、一緒にくるんとロールして、無敵状態になりますね。結構まあ厳しい状況なんですけど、まあこれ使うとまあなんとか敵の攻撃をやりくりするみたいな。まあそんな感じです。回避できる。その通りです。はいはい。で次、
分離スローで攻撃を回避。うん。フォーメーション組むときにバーンってこう、分離するじゃないですか、合体してると。でその時に、攻撃はスローになるんですよ、敵の動きとかが。要は、合体を使わない時でもこれを使うことで、まあ、弾よけを、スムーズにやれますよっていう感じです。なるほど。なんでこれも、適宜、弾よけとして使うと、まあ、被弾が少なくなるという感じです。シューティングでは、有効。そうですね。なかなかスローかけれるシューティングってないですから。はい、3つ目。分離時に最後尾の機体を操作。これもうすごくマニアックな操作でこんなのあるんだっていう感じなんですけど、いやバーンと分離しますよね。で分離すると先頭の機体をニュルニュルニュルってこう右のスティックで左のスティックで、操作するんですけど、実は右のスティックも動かすことができて、で右のスティックをやると一番後ろの機体を操作できるんですね。なるほど。でしかもこれが先頭の機体以外は無敵だから、これをこうぐるぐるぐるってこう敵の弾に当てると弾消しができるという。なるほど。なのでうわーってやばい攻撃が来た時に分離して右スティックでこうワイパーのようにこう多分動かすと敵の弾をプチプチプチって消せるというような、おもろい。そう、こんなテクニックがねあったんですよ。で、はい、さらにこれちょっとお助けみたいなちょっと情報なんですけど、ボス戦中にヤマトの機体が、2機以下だった場合、次期追加アイテムを持った雑魚敵が登場します。なんでちょっと厳しくても補給があるから、それまで頑張って耐えようっていうような気持ちをプレイしてもらえればいいかなと思いますね。助けてくれるってことね。そう、それをちゃんとうまく撃ち落とせば3機マックスになりますよって感じですね。なるほど。で最後、ステージ道中にフォーメーションのチップわかりますか？そうです。あれをね、延々と打ってると、そのうちなんと PT になるらしいんですよ。それなんか見た。見ました？ネットで見た。なんかね、延々と打ち続けてるとなるらしいですよ。それね、私ギャラもらってないね。出演のギャラ。それはもうディレクターに言ってください。ちょっとそれ肖像権の侵害ちゃうの？細か。そんな個人をつけてるんですね。毎日ネット見てますから。ほんとまともなネット見てくださいよ。それを取ると？でこれ取ると、残機がね10増えるらしいです。10ですよ、10。そりゃ尋常じゃなく増えますね。そんな増えるでしょ、私を取ったら。そんだけ難しいんだろうっていう、ちょっとこれもね実際に実践できればなと思っております。以上が紹介になりますかね。じゃあどうすんの？これでも早速プレイしますので、お見せしますよ。はい。じゃあやってみて。はい、始まりますよ。早速。じゃあさっき説明した5つそうですのテクニックを見せてくれるわけですね。そうです。かつこれドラマチックモードになってます。なんかお話が。そう、お話進んでます。大丈夫？ちょっと待ってください。いきなり行きますよ。これ PT チャンスです。これ打ちまくればPT になるともう10キャップなんで、もうご利用してプレイできますよ、これで。ちょっと待って、これでいきますんで。来た。余裕じゃないかな。チップどこに？画面外でもちゃんと判定残ってるんで、これを大切に育てていきますよ。もうそれ狙いでいくんだ。それ狙いでいきます、今回は。本当か？で、さらに、じゃあ、早速スローをお見せしますよ、スロー。バーン、そう。はい、これゆっくりなってますよね。ほら。じゃあ、これはちょっと後でして。で、今、スローになったと。で、次、分離からの弾消しいきますよ。弾を撃たせ。撃ってこない。優しいですね。ちゃんと楽しませてくれますね。来た。これでほら、わかります？ほら、そう、チュッ、ほら、これで止められると、とても地味な絵にはなりましたけど。だから、両方同時に回せるんでしょ？今、片方止まってないから。そうです。両方回してみて。わかりました、いきますよ。分離の分離して、ほら、両方。こんな感じですね。なるほど。おもろい。これで、しかもリングもくぐれますね。別口で。こんな感じで両方できるんですよ。レバー2
操作してる。そうですそうです。へこれとっさにできるかどうかが結構上級者の分かれ目だと思いますね。ー。ねには絶対できへん。そうです。僕絶対できないですね。で、そう、短期回避。最初にやればよかったですね。短期回避やりますよ。まず食らいますんで。短期で回避するといいですよっていう。ちょっと期待をゼロに。ゼロってか1にして。これゼロですね。いきますよ。こいつらに対して、スッほらこれで、短期の時にも回避できると。緊急回避できると。そうなんです。で、あとはあとはですね。あと何やったっけ？あとはボス戦中に、いい感じに、味方機が来ますっていう。味方機じゃなくて、味方機を出す。そうです、そうです。敵が出てくると。敵が出るんだね。あえて、一人のまま行きますよ。たどり着きますよ。でも全くもう僕みたいなやつは全くドラマチックが入ってこないですね。入ってこれたどり着かんなこれ。いやいやいや、いける。あ、取っちゃった。2期では行ってもいいね。2期で行ってもいいんですね。2期で、これ、今新庄来ましたわ。なんだよ。死んでるやんか。この後中ボス戦なんですけど、中ボス戦じゃ出ないそうです、これ。大ボスまで行かないと出ないんで、ちょっと僕には無理なんで、もうこれやめます。はい、というわけでですね。というわけですね、じゃねえ。たっぷり小ネタは見れたということで、なんか、情報が薄い番組になっちゃいましたね。お前が薄くしてんねん。設定も特に言えず、テクニックをうまく披露できず。まあ、あとはね、実際プレイしてもらってね。そうです。してもらいましょう。はい。で、最後最初に言った動きの部分をね、動きの部分を伝えて終わろうかと思います。動きの、なんか、裏の動き。そう、裏の動きがあるっていう話があるんで。不穏な動きね。そう、不穏な動きがあるんですよ。何まあ、内容ね、僕もさっぱりわかんないんですけど、12月の21日水曜日に、生放送がね、あるらしいです。今ここで教えてくれないの？そうです。その番組見ろっていう。そうです。アコギなやり方やな。そう、それを見てもらうと、全容がわかると。いうことなんで、まあ、それをまた見てもらえればいいかなと思います。はい。まあ、そうしますか。一応、今回の全2回で、今回をもちまして、ソルクレストの宣伝はもうしないということをなんか台本に書かれてますんで。そんなこと宣言するはい、なんか一応ね、書いてあるんで、我々はの関与はもうこれでおしまいです。はい、じゃあ、もういいですよ、それで。はい、では、またねー。